Good morning, my super Carabin friends. コーチです。さあ、今日はね、すごいところに来てて、バン。今日はね、ニスモに来てて、今からね、ちょっと極秘でやってるね、プロジェクトがあって、その打ち合わせにやってきたんだけど、じゃあマスクして、ニスモのね、クラブマンレーススペックっていうね、のを R323334、R323334、そのね、車でね、やろうとしてるんだけどね、ベース車両はね、何ヶ月か前にね、買って、でね、今はこの、横浜にあるね、神奈川県にあるニスモのね、工場に送ってきてて、で、今日はね、その詳細の打ち合わせにやってきたっていう感じなんだよね。で、もう今さっきね、話がね、終わって、で、話聞いたんで、ちょっとね、動画を撮る時間があるんで、ささっと撮ってみよう。これ R31 のなんだこの車はすごいね。これね、なんかトミカでこれ持ってたような気がするんだけど、トミカって書いてあるね。このレースカー。でここら辺にはねトロフィーの山があるね。すごいね。でこっちにもこのなんか暴走族の車みたいなやつがあるね。でこっちはニスモの GT カーかな。GT500 とかそういうやつかな。ちょっとあんまり俺詳しくないけど。さあで入り口のドアがエンジンのクランクシャフトになってる。おしゃれだ。ここにあるのがね、ニスモのクラブマンレーススペックっていうのでね、作ったデモカー。こっちから R3233 でこっちが R34 ね。もうね見た目が最近えらいことになってるZ チューンのねと同じ。ここにカーボンボンネットがあったりとかね、ここら辺がね全部ねドライカーボンで作ってあったりとかね、ワイドフェンダーになってたりとかねっていうね、そんなような車を今作ろうとしてて、でブーン、この車ね、この R34 のね、このね GTR をね何ヶ月か前に買って、買う前にねニスモのね偉い人に相談して、でね買おうとしたらね、実はねなんとこの車をねちょうど買おうとしたら、そのね車をねニスモの偉い人にね送ったらね、この車はね自分で車を見つけてきてたやつだったの。同じ車で買おうとしてたやつだと同じで、あの車いいですよって言われて買ったっていうね、そういうヒストリーがあって、これねもともとこの CRS スペックっていうのも何でもできるわけじゃなくて、ベースの車がねいい車じゃないとできないっていうことなんで、でそこら辺のね相談をねまずニスモにして、でそれからね車を買ったんだけど、もともとのねコンディションがすごく大事っていうのも、全部のパーツがねもうこの車もね20年ぐらい前の車だから、全部のパーツがね再生できるわけじゃないからね。でもこの車はすごいいいコンディションであったから、おすすめだよって言ってもらった。俺も実はこの車はね、そのニスモの偉い人がね事前に見てくれてたから、実はねノールックで買っちゃったんだけど、いいよね。このステアリングホイールとステレオがオリジナルじゃないけど、それはオリジナルに変えられるかどうか、それはI will ask him。そうシートのね表記がすごく大事っていうことを言われて、これねなかなか見つけるのが大変らしい。すごいね、コンディションがすごくいいね。確かこれ走行距離が3万キロぐらいだったのかな。 CRS をやるにはねだいたいね3万キロぐらいのやつが一番値段的にもおすすめって言われたんで、ちょうどねそれぐらいのやつをね買ったんだよね。最近流行りのねこのニスモが始めたレストモッドみたいなやつなんだけど、レストモッドっていうのはね、今の簡単に言うと昔のね人気車両をベースにして今でもね使えるようにするっていうような、そういうような感じのプロジェクトがあって、ポルシェだったらシンガーポルシェとか、ランチャーだったらねランチャーデルタインテグラーレをやってるフューチャリスタとか、あとねドイツのねメカトロニックっていうところもねパゴダをねレストモッドしてでかいエンジンついてモダンななんかオートマとかに変えたりとかしてるんだけど、この前のねビデオで上げたアストンマーティン DB4 のコンティニュエーション、あれもねメーカー自身がやってるレストモッドみたいな感じなんだけどね、コンティニュエーションって最近ねレプリカとかコンティニュエーションとか、レストモッドとかねいろいろあるんだけど、大体そういうのは全て一共通しているのは、昔の人気の車を今のスタンダードで使えるようにするっていうようなね、そういったような、ね、流れの一環なんだよね。さっきの R34 が1年後には違う目標のね完成が2022年の終わりか23年の最初ぐらい、そ
それがこれぐらいになってくる。 CRS っていうのは、まあ、さっき言ったようにその全部のね CRS のやつだけはね特別にねニスモレストアカー、まあ、3つのね3つのレベルがあるんだけど、レベル1、2、3ってあって、レベル1のやつニスモレストアカーっていうのだけはシリアル番号がつくんだよね。それはどこなのか今探してるんだけど、これじゃないか。これはね、これはデモカーだからバッジがついてないんだけど、でもニスモレストをやって CRS のスペックまでやった人たちにはこのバッジがなんかどっかにねバッジがつくんだって。そうかっこいいね。もうねカーボンのウィングがすごいね。大森ファクトリー、大森ファクトリーって書いてある。そうなんかね、もうこのね大森ファクトリーでレストアしたりとか整備したものは海外でねなんかすごいプレミアムがつくっていうか、海外の人たちがねそれだけでこうすごく喜ぶみたいで、ここにね持ってきてこの写真だけねここで整備して写真を撮ってねインスタとかに上げたりするっていうね、まあそういうやってるねクレイジーリッチエイジャンたちがいっぱいいるらしいね。この車をね見ながらねプロジェクトがねどういう風なタイムラインでやるのかとかね、まあ、具体的にどういうサービスをやるのかとかね、どれぐらいの時間かかるのかとかね、内容について、まあ、レストアってすごくね細かい打ち合わせが必要だから、手に入るパーツ、手に入らないパーツとかね、そういうのがねたくさんあるからね、そういうのがね工程が進みついてね出てきたりとか出てこなかったりとかするんだよね。でニスモのねこのねクラブマンレーススペックはねカーボンのパーツをふんだんに使ったりとかね、でパワーがね上がったりとかエンジンのねボアアップしたりとかね、すごくいろんなことができる。見た目がね Z チューンみたいだから Z チューンのエンジン Z2 エンジンがね乗るのかっていう話はねさっき聞いたんだけど、さっきねそれはねちょっとねすごく厳しいと、コスト的に厳しいと。っていうのもニスモの作ってるこのレストアカーはニスモのはねもうもうそのブランドのねプライドをかけてやってるんで、そのレベルがねもうすごい高いレベルだから、ただ1個だけポンとどっかでタービンとか作ってそれをねエンジンの上にポンって乗っけてっていうことでは終わらないと。そのニスモの持っているその要求するすごい高いスタンダードで試験して、で性能評価されたものだけが乗ることができるから、まあ形だけそういうのを作りましたよっていうのはダメらしいね。まあ大変だよね、この辺も全部カーボンだね。すごいね。これエンジンルーム開けてもらったんだけど、これがR32 のこれもクラブマン CRS、 こういったようなねパーツのね一部を全部ねリペイントとかしてね色も変えられる。このね全部パーツを金属のところまでね向いて、トップレベルのねさっきの言った123レベルの1のやつはもう塗装まで全部ね剥がして、で、なんていうかな、この合成とかそういうのをね全部チェックしたものだけがこのニスモレストアカーっていうことになる。見てくれこのレベル、これめちゃくちゃもうピカピカだよ。本当全部新車。これが1991年か2年かそんなくらいのレベルの車だよね。1991年、89年、90年、もう平成も最初の頃の車なんだけど、それがもうこのレベルだからね、ありえないよね。でこれが R33 のこっちが R33 の GTR のエンジンルーム。もうねここら辺のパーツとかもね、こういうのとかもね全部新品に交換したりとか、ないものはね新しく作ったりとかで、それでも無理なものは磨いたりとかしてやるらしい。でこういったのはネジとかも全部ね、ネジは1回締めるともう伸びちゃうから、でネジとかは全部ね新品に交換する。でシーリングの関係とかもこういうねこういうワッシャーとかねシーリングのやつとかも全部ね新しくしてやる。でそうさっきね見せてもらったんだけど、こういうのねパーツを7000パーツぐらいあって、で3900種類あるのかな。で3900種類あるパーツを全部リストにして、交換したのか新しいのに変えたのか、中古品で再生したのか、それとも元の古い部品を修理して使っているのかっていうのをね全部チェックして、本当にすごいよ。こんなファイル後で見せよう、後で撮るけどね。でそれを全部ねファイルにしてお客さんに最後に渡して、2個作って2冊作ってお客さんに渡すのと、いつもので管理するのとでそれでねお互いどういったような車にどういう改造したかっていうのをねお互いがね理解しておくっていうのをね持っているらしい。すごいレベルだよね。もう一回今度こういうね、この車はね、このデモカーはレカロのシートがついてるけど、これもねオプションで選べるらしい。あとはロールケージもついてるね。
これね、そういうのもロールケージもついてるけど、ロールケージもオプションで選べる。エンジンもね、これね4種類ぐらいねスペックがあって、エンジンの出力とかボアアップとかでパワー上げたりとかね、そういったものをできるらしい。ただ Z2 みたいなエンジンはタービンのね大きさとかが違うから、それはそれダメで、これオプションですか？これも、このカーボンもですよね。うん、はい、耐熱のカーボンだから、はいはいはい、普通のカーボンよりはちょっと除去素材みたいなのが近いへものとしてはちょっとグレードが高い。は結構タオが下にあるから、はいはい、すごいので、はいはいはい、普通のカーボンじゃもうパサパサになっちゃうから、耐熱のやつで使って。すごい。これがもうスペーステクノロジーを使った、もう宇宙素材を使ったカーボンで、この下にねタービンがあるから、その熱をね吸収しないように、その熱に耐えられるように、なんかスペーステクノロジーグレードのねカーボンを使っているらしい。トイレまですごいね、これね。このブレーキのディスクがあって、ここにクランクシャフト、カムシャフト、ここもだ、これ中空になってる軽量化されていてさあこれがね、さっき言ってたCR、ニスモレストアなんだっけ、ニスモレストアカー、そうニスモレストアカーだけについてくるね本で、このねサイズがね、これね R3、これ R32 用のやつなんだけど、32のねカタログとかがねここにね全部入るようなサイズ、同じサイズになってるし、そうこれはねニスモの会社の方で持っとくやつで、こういうのはね、見てくれこの幅、これすごいよね、これが全部ねこの資料で、これだけの作業量をねやるっていうことらしい。無理だね、これ俺もう一生かかってもこれ読み切れないと思うわ。でここにねこうやってニスのレストアードカーっていうのがあって、ここら辺のやつがね番号が車にねつくっていうことだしね、この辺がプレートになって実際の車につく。でこうやってこういうどういうふうなことをやりますよっていうのを最初にねイントロダクション的なことが書いてあって、でこれねこの後は、こうイントロダクション的なやつがあって、でこれがねこの何千点っていう写真をね全部だよ、これすごいよ、この写真の量だけでとんでもないからね。これビフォーアフターのね写真を撮ってくれてやってくれて、でさらにねこれねさっき言ったようにこれね部品のねパーツ全部だよ、これ全部ねチェックしました、リビルドしました、15分使いました、点検しました、オーバーホールしましたとかね、こういうのね全部やってるそうすごいよ、まあそんな感じ。これでね大体ねこのねプロジェクトで、1年半から2年ぐらいかかるっていうね壮大なプロジェクトなんだけど、まあね今後もねアップデートできるようなことがあればねどんどんアップデートしていきたいと思うんでアップデートしていこう。で完成したらね取れたらまた取ると思うんで、ここら辺はねお金のお話、それをバーってやっとくけどね、バーってはい、ありがとうございます。はい。